皆さんこんにちは。ドクター BMH こと西田渡です。BMH シリーズもいよいよナンバー7。ナンバー7の今回はラズベリーパイのブレッドボーディングについてご紹介したいと思います。いよいよハックちゃんも登場してくれました。はい、ハックちゃんですね。ブレッドボーディングということで、いよいよこのラズベリーパイ400を使ってブレッドボード上で様々なものを制御するベアメタルハッキングに挑戦しているわけですけど、その時にどうしても必要なツールについてご紹介したいと思います。いろんなツールがあります。当然のことながらブレッドボードと呼ばれるものが必要になりますよね。これはブレッドボードっていうのは、このパンをこう切る板っていう意味ですけれども、昔は現在のような、このような精巧なブレッドボードはなかったので、本当にパンを切るような板の上に、トランジスタや抵抗を、装着して、そして回路を組み立てたんですね。このパンを切るような木の板の上で回路を組んでたんですが、それが現在は進化してこういうブレッドボードになっていることになります。そしてこのブレッドボード上の IC や LED や様々なものをラズベリーパイ本体でコントロールするために GPIO エクステンダーと呼ばれるものが必要になります。そしてこのブレッドボード上で配線するためにジャンプワイヤー、そしてジャンパーワイヤー。ジャンプワイヤーとジャンパーワイヤーは違います。後で説明します。そしてシングルワイヤー。配線するための配線、シングルワイヤーと、そしてテストリードアダプターということで、電圧系、電流系のテストリードにつなぐためのちょっとしたアダプター。こういうのがあると、ブレッドボーディングを思う存分楽しむことができるぞというツールを今日はご紹介したいと思います。まず最初のブレッドボード。ブレッドボードはもう世の中にたくさんいろんなものがありますよね。はい。ここの写真にも載ります。私はこのE コールという会社のソルダレスブレッドボード。この会社のブレッドボードが好きですけれども、こんな形で、中身はこんな感じで、こういうものが全世界で売られていると思うので、まずは、そんなに大きいものは必要ありません。これぐらいのサイズ。もしくはこのコンパクトなこれぐらいのサイズでも、ベアメタルハッキングで、とりあえず現在考えているテーマは十分楽しむことができるので、小型のブレッドボードで構いません。で、このブレッドボードは、ここにもありますけれども、この裏側、このブレッドボードは非常にわかりやすいんですが、裏側にこういう金属の裏当てがしてあるのがお分かりいただけるかと思います。このライン、横のラインは全部この銀色のパネルでつながってる。そして縦は縦のパネルでつながってる。ここが大事になってくる。ラインコネクション。横と縦。この横の穴、6つはすべてつながっている。そしてこの縦ラインもこれまたつながっている。これがソルダレスブレッドボードの特徴になります。すなわち、この横方向、ホリゾンタルと、そして縦方向のバーチカル。サイドはバーチカルで。中心部はホリゾンタル。水平。そして一番大体横のサイドはバーチカル。垂直方向に、接続されている。この赤ライン上はどこにつないでもつながっている。この青の線は1ライン。この横の5つごとにつながっている。このホリゾンタルとバーチカルの違いを理解することがとても大事になります。これさえ理解できれば、ブレッドモードは誰でも、小学生でも使いこなすことができるようになります。次、GPIO エクステンダーですね。GPIO コネクタから、ラズベリーパイ400の GPIO コネクタから、信号線を取り出すためのエクステンダーを2つご紹介したいと思います。私がお勧めしたいのは、1つは PiHat のリボンケーブル、GPIO ヘッダー、そして PiHat、イギリスの会社ですね。そしてもう1つはアメリカのエイダフルートが発売しているサイバーデック。この2つをご紹介したいと思います。まず PiHat の商品ですけれども、リボンケーブル。リボンケーブルいろいろあるんですけれども、どこ行ったらこれ。このリボンケーブルは、まず、
レインボー。虹色、かっこいい。もう気分が上がる。これ、ほんと大好き。この虹色。パイハット。このレインボーリボンケーブルなかなかないです。あと短いんですね。短い。ショート。普通、20センチぐらいの長いのが多いんですけれども、このパイハットのリボンケーブルとても短くてちょうどいいんですね。ただ、このリボンケーブルは、もともとは、コネクタだけなので、ここにも示しますが、GPIO ヘッダー、スタッキングヘッダーとも言いますけども、こういう、ヘッダーをこのコネクタに刺さないといけません。だからリボンケーブルとこのコネクタをセットすると、ベアメタルハッキングで使うこんな感じになりますね。リボンケーブルだけだとこのヘッダーしかないので、ここを、ラズベリーパイ400に挿すんですけども、こっちは裸のコネクタなので、ここにこのスタッキングヘッダーとも言われますけれども、この GPIO ヘッダーをここに差し込むと、こんな形で、ここに、GPIO カードを挿して、ここに、ワイヤリングをすることができるようになります。こんな感じですね。こんな感じ。一方、反対、こっちの、ここのコネクタをラズベリーパイ400につないで、そしてこちら側にスタッキングヘッダーを返して、ここに、ワイヤリングをしていくっていう。とてもおしゃれでしょリボンケーブルをレインボーで。めちゃめちゃ気分上がるし、配線もやりやすいので、これおすすめです。安いし。はい。次。サイバーテックでございます。アメリカが、エイダフルートっていう会社ですね。有名なエイダフルート。で、ただ、このエイダフルートのサイバーデッキ、ボンネットと呼ばれるものは、もともとここに液晶、OLED ディスプレイ、OLED、ですね、どっかに書いてたかな。ここにこういうディスプレイを装着して、モニターの代わりにこの小さなOLED ディスプレイを装着することによって、ラズベリーパイをコントロールするという目的で作られたのがこのサイバーデックになりますけれども、このアングル、角度がいいんです。角度がね。この角度がとてもやりやすい。で、今、ソールドアウトでございます。よく、エイダフルートの本社ではソールドアウトになるので、デジキーだと、まだ15個ストックありました。でもすぐ瞬殺でしょうね、これね。今のうちに買っときましょう。これもうなかなか品薄で手に払えない商品です。でもサイバーデックボンネット、超おすすめです。で、このサイバーデックには大きなハットって呼ばれる大きなサイバーデックと大きいサイバーデックと、そして小さなボンネット、この2つがあります。それぞれ、大きい OLED ディスプレイと小さな OLED ディスプレイを装着することを目的したものですけども、見てくださいよ。ハックダプラネットかっこいいっしょハックダプラネットもうこのデザインがね、もう最高にもうハッキングがもう盛り上がってくる。もう大好きこのデザインです。かっこいい。僕大好きです。はい。で、装着するとこんな感じになりますね。このラズベリーパイ400の後ろにこうつけるとちょうど角度がついて、もともとはここに OLED ディスプレイを装着するための角度なんですけど、これが実はこの BMH、ベアメタルハッキングでこのワイヤリング、ブレッドボーディングを楽しむというのはちょうどいい角度なんですね、これがね。もうドクター BMH、一押しの GPIO エクステンダーでございます。裏側もおしゃれですよ。こんな感じ。ね。これ見てくださいよ。ジャックイントゥラズベリーパイ400。ジャックインですよね。これ、後ろもおしゃれでしょね。おしゃれなんですよ。これあるとね、なんか気分上がってきますよね。おっしゃ、頑張るぞみたいな感じでね。僕好きですね。サイバーデックボンネット。おすすめでございます。はい。次。BMH の GPIO ガイドですね。これね。はい。ドクター BMH 作りました。以前もご紹介しましたが、オリジナルの GPIO ナンバーは不連続、ディスコンティニュアスなので、間違いを起こしやすい。でも、BMH スタイルのこのナンバリングを1、2、3、4なんじゃらかんじゃら、14ということで、すべて連続しているので、間違う可能性が低いということで、ドクター BMH が PDF も公開してますので、これを直近って切って、こう穴開けたら使うことができるようになります。こんな感じですね。こんな感じで直近切って、こう穴を開けていくと、ちょっと大変ですけどもね。
簡単に無料で BMH スタイルの GPIO カードを手に入れることができますので、ご活用いただけたらと思います。そして、このバラバラにしたこのカードを先ほどのサイバーデックボンネットに挿すと、こんな感じになるんですよね。かっこいいでしょ。サイバーデックの上にピシッこの BMH スタイルのGPIO カードが乗ると、ここにワイヤリングをしていくことで、割と簡単に非常に見やすい。角度がついてるからね。角度がついてるのでとても見やすくて、本当にこれはベアメタルハッキングのために開発された GPIO エクステンダーじゃないかなと私は思います。エイダフルートさんありがとうございます。本当に素晴らしい。もっと作ってください。もっと販売してください。お願いします。はい。私、ドクター BMH も頑張って宣伝しますので、はい。次、ジャンプワイヤー。ジャンプワイヤーっていうのはどういうものかというと、こんなものですね。見られた方もいらっしゃるかもしれません。ね、私が好きなのはこのサンハヤト製とかなんですけどね。このサンハヤト。こんな感じで、日本のメーカーですけれども、非常に品質がいいんですけれども、蓋を開けると、こんな感じで、いろんな長さのジャンプワイヤー、もう、長さが特にこの短いのが便利です。短いところを配線していくときに、これを一つセットが揃っていると、とても簡単にこういう形で、ブレッドボード上で配線をすることができます。これを選んで、ポチッと押すだけで配線が完了するので、めちゃめちゃ簡単。ただこれちょっと高いので、サンハヤトのこのワイヤーパック、すごくおすすめです。全部で100本、100入ってますね。これ日本の人じゃないとちょっと手に入手は難しいかもしれませんけれども、日本にはこういう優れたメーカーが、秋月電子とかですね、たくさんあるので、日本人としてもすごく私、嬉しいです。はい。もっと世界中に売れたらいいなと思うんですけどね。はい。次。ジャンパーワイヤー。さっきはジャンプワイヤー。今度はジャンパーワイヤーっていうのはどういうものかというと、こういう感じの、このワイヤーが伸びるタイプですね。ワイヤーが伸びるタイプの、見られたこともあるかと思いますが、こういうのがジャンパーワイヤーということになります。そしてこのベアメタルハッキングでお勧めしたいのは、片っぽがメイル。もう一方がオス。片っぽがフィメール。メス。オス、メス。メイルとフィメールの、だいたい15センチ、15センチぐらいのジャンパーワイヤー。そして、少なくとも20本ぐらいあると、ほぼすべての現在、用意しているテーマが楽しむことができます。20本あれば十分なので、こういう、どこの会社でもいいですけれども、メイルとフィメール。オスからメスのジャンパーワイヤーを20本ぐらいご用意いただけたらと思います。こんな感じになりますね。このGPIO カード、BMH スタイルの GPIO カードのところにメス、フィメールのコネクタを挿して、そして反対側はブレッドボードにこのオス、メイルのピンをここに差し込む。ブスッと刺すね。そうすると、ブレッドボーディングを楽しむことができる。GPIO 上はフィメール。ブレッドボード上はメイル、オスということになります。次、モノワイヤー、単線ですね。モノワイヤー、単線。シングルワイヤーとも言いますけれども。で、これは、おすすめは、スズメッキ、ティンプレイティって言いますけれども、スズメッキ線のシングルワイヤー、単線ですね。これ二つ、これも日本製です。日本はね、すごいんだよ。世界のみんな、本当に。いろんな会社が、子供たちのために、ホビースのためにこういうものを売ってるんですよ。これね、ブレッドボードに最適の、0.65 のミリメートルの、単線ですね。ティンプレイティッドシングルワイヤーと呼ばれるスズメッキ線。これがブレッドボードで配線するときには超役に立つんで、もう一番やりやすい。なぜか。これで、これですね。こんな感じ。これが、とても安い。500円ぐらいで買えちゃうから、これね。もう5ドルしない。4ドル。4ドラーズぐらいですね。で、これを、ストリッパーで剥くと簡単に、ストリッピングができて、こういうスズメッキの線が綺麗に出てくる。ね。で、これを直近して、簡単にこういう形でちょうどいい長さにぶっつん切ってワイヤリングすることができる。先ほどの、この、ジャンプワイヤーは長さが限られていますけれども、こちらはジャンパーワイヤーなので、いくらでも好きなようにこう、長さとか
配線したりすることができるので、このジャンプワイヤーとジャンパーワイヤー、モノワイヤーね。ジャンプワイヤーとモノワイヤー。で、このモノワイヤーは、スズメッキ線、ティンプレイティッドシングルワイヤー、スズメッキ単線がとても、便利なので、用意されているといいかと思います。最後、テストリードアダプター。これはオプションなんですけれども、これから様々な実験するときに、電圧を測ったりするときに、このアダプターがあると役に立ちますよというもので、まず最初に、これは、三和。これも日本のメーカー、計測器、テスターの専門メーカーですけど、三和が作っているこういう、TL9IC かな。このクリップがついてるね。テストリードにつける端子の先にこのクリップがついているので、このクリップをこういう線にカチッとこうつけることができるので、とてもこれ便利なアダプターです。3和のアダプター。これ割とよく見るタイプですけれども、次はね、ちょっと珍しいですね。これサンハヤト。日本が誇るサンハヤトっていう会社ですけれども、これはテストリードにつける先になんとジャンパーワイヤーのワイヤーがついてるんですよね、これね。これはね、優れもの。これはなかなか海外にもあんまりないんじゃないかな。いいでしょ日本って。こういうものがいろいろあるんですよ。我が日本には。しかも円安だから安いし、みたいなね。でこれがあると、テスターの先を直接こういうブレッドボードにブスッと刺すことができるので、こことここの電圧を測りたいとかいうときは、このサンハヤトのジャンプワイヤーめちゃめちゃ便利ですね。こういうものもしあるととても役に立つということになります。はい。ということで、今回はブレッドボーディングを楽しむためのツールをちょっとご紹介しました。結構日本製のものが大きかったですけれども、一応、興味のある方のために、リンクも用意しておきますので、ぜひ、日本語が出てきても、今は翻訳ソフトもあるので、日本でね、興味持っていただいて、もしよろしかったら日本にねお越しください。秋葉原ね、日本が誇る秋葉原にはこういうものを全て売ってますからね、簡単に円安で安く買うこともできるので、観光がてら日本に来ていただけたらと思います。それでは See you in the next video ということで、またお会いしましょう。